ティカードでです。というわけでね、今日はクランリーグからやっていきたいと思います。5日目になります。はい。早速やっていきましょう。はい、というわけで早速やっていきましょう。まあね、もう動画撮ってる段階では、新しいね、期間限定ユニットたちが解放されてしまっている時期なんですけども、まあ、やばいよね。やばいよね。えぐすぎるよねっていうところで、もはやね、このイエトウォリアーってテクかったよねってもはや。そう思いませんか逆に。このユニットもはや技術必要だったよねっていうレベルまでなってきてしまっていると。星さんこれユニコーン採用っすね。まあユニコーンがね、15レベ出たところで、延命までかけてきましたね、ユニコーンの。多分アーチャーで超弾大砲のタゲ取りに行ったと思うんですけど、今の。バットリーに失敗と。封印外周から1体追加でイエトウォリア使ってサイドカット補助、透過弊社まで置いていって内側に、本体。こういった技術が必要なわけですよ。こういうね、いくら強いユニットとはいえしっかりめちゃめちゃにやっても全回取れるとはいえ、それでもなんだろう。最低限の技術だったりね、マナーだったりがあるわけですよ。マナーがね、ない前科取ってくるからね、今のケインとか、タイタネスだっけマットネスだっけどっちだっけタイタネス多分そっち。なんかどっちもありそうでおもろいな。あいつらはもうね、とりあえず出してトムキーン終了で、前回だからね、そのもうマナーもあったもんじゃないですからね、あんなのね。で、本体は、キングだけで突き進むことになりまして、外周それてるんですけど、それでも OK と。序盤の作りファイヤーボールからの入りの作っただけで良いと。あれがやっぱマナーですよ。前回を取るのにもやっぱマナー必要なんで、みんな気づいてないけど。紳士のゲームなんで、クラッシュオブクランは。そうこう言ってるうちに3時間2の全開ですか。さあ、ボマックさんは独自の編成を用いているというところで、かなりね、珍しいですよね。ドラゴンライダー編成です。相当マナーに厳しそうな編成持ってきましたね。どこだウィズ島にベビドラ当てて、逆サイド、ウィザード使ってカット入れてどこですか下からクイーン。アローで対空2本折りかなアイゴレからの、アローじゃないね。この角度で打てば対空砲ぴょんぴょんって飛ばせそうだけど、そういうわけではありませんでした。キングを援軍とぶつかるようなところ内側入れていってサッカークエイクダメージ入れつつ対空砲はロケバルトルネードまで見えたの美味しいですね。反対サイドも対空砲折りに行きます。ボマックさんのマナーはあれなんですよね。ウォーデンがラバルーン人形を採用してるので対空砲に向かってくんですよね。ラバルーン人形が。それをいつもね、対空砲を折ることでケアしていくっていう形だったんですが、今回は、なるほど、オーバーグローで隠していくということで、今回マナーを繋いでいったわけですね。で、これで対空砲がなくなったので、ラバル人形が先行してくれる形取りつつ、ロイヤルチャンピオン9時から、インビジブル5発ありますね。ここでロイちゃん延命。後出しのロイちゃんウォークを繰り広げていくみたいな感じです。で、あとはドラゴンライダーなんですけど、呪文まだインビジブル4発とフリーズ2発ありましたね。えぐい。防衛の、このオーバーグルをかけたエリアが綺麗に残って、いや、めちゃめちゃいいね、このアタック。で、呪文を大量に残しての全開。素晴らしい。圧倒的。超絶全開ですね。ガーサス。いいね、今のテクいね。非常にテクニカル。さあ、ニャロメ。スーパーボーラーのような使い方のイエトウォリアージャンプに発型というところで、ニャロメのマナーを見ていきましょう。1分半での全開。一旦ジャイアントロぶっ飛ばし。からのキング展開。からも本体スタート始めていきますと。
ジャンプインかなこれもいきなり。透過弊社セット。そうですね。ウォールブレーカー一層開ける必要がないんで。開けて奥にジャンプ別の区画かけれるなら、ウォールブレーカー開ける意味があるんだけど、初手でジャンプかけるのとウォールブレーカーかけるのと同義なんで、この配置。で、3時は透過弊社プラスでロイヤルチャンピオンも追加してますね。で、クイーンの方がちょっとダメージ受けるところだったので、インビジブル延命をかけつつ、ヒーラーも延命できました。まだトーム残してるね。うわー。ギリギリだったけど、キングのサッカーボールとかが入ってたのかな。HP 落ちてましたね。クイーンがひたすら厳しいな。ヒーラーも打たれて、さすがにこれは延命できず、終了。オーデンはトームだよね。トームがまだ残っている最終区画。ロイちゃん入ってないんだ。入ってないね、それね。ロイちゃん入ってる顔してトームの真ん中いたのに、遅れてやってきてました。さあ、とはいえ、貫通ができてるかな。外周部から透過弊社の残りユニットたちも回ってきて、フリーズベビダラ残しての全開。バーサス。ジャンプ2枚でシンプルに突き進むのも強いですね。もう一本ニャラメ見ていきましょう。ジャンプ2枚型全く同じ形になってるかな。アローを飛ばして、透過弊社キングと、さっきと全く、同じ配置に近い形だね、これ。初手ジャンプして、同じ配置ではないんだけど、スタートしていきます。しっかりホーミング吸ってから、スタート。キングの方で穴開けして。なるほど、形ができてますね。キングクイーンと透過弊社で両サイドカットして真ん中をジャンプで2枚で進んでいくみたいな感じで。それがニャロメのルールですね。さっきと同じような配置っていうところでやっぱ行きやすいような、自分の形が使いやすい配置を攻めるっていうようなクラクラの基本ですからね。で、残ってる配置を攻めなきゃいけないとか、違うやり方をしなきゃいけないみたいなの全くないんで、もう自分がやりたいところそのままね、やればいいですからね、そんな。さあ、今回はジャンプはここ打っていって、クイーンの方にレイジを置いていきます。あとフリーズ、インビジブル、スケルトンっていうところ。ウォーデンの方がね、レイジジェムついてるっていうところと、イエトウォリアー自体の HP が高いので、なんか、呪文をね、わざわざ割いてあげる必要が少ないっていうのがやっぱこのユニットの強さかな。なので今回のようにクイーンがね、呪文をたくさん使うことができる。さっきもね、クイーン延命に呪文何本か使ったんだけど、本体に呪文の使用がね、絶対的じゃないやつってやっぱ楽でいいよな。やっぱそういう意味でルートライダーとかドラゴンがね、強いんだよね。呪文必須じゃなくて、あればいいよね、みたいな。あったら強いみたいな。むしろ、付加価値として呪文がついてくるみたいな。それが強い。やっぱ今のクラクラは、そういったユニットの方が評価高い。昔はそこにね、ラバルとかも入ってたよね。ヘイスト1枚とかでいけるみたいな。トームヘイストとかでね、終点とかフリーズ1本、ヘイスト1本とか、少ない量で押し切れるからラバルも強かったんだけど、もうちょっと環境的に話変わってるよね。ホグはヒールが必要だとかなんか、そういうあれがあったんだけど、水さんは、通常の普通のルートライダーラッシュをやることが多かったんだけど、ロイちゃん削りやってんの初めてですね。スケルトンからスーパーバーバリアン展開、キングウォールブレーカーですが、ウォールブレーカーバネで飛んでいく。ヒーローパートここは組んでいきます。しっかり。アイゴレキングとかなりテスラもスケルトンも置かれて対策されてますね。アロークイーンプラス透過弊社を置いて、ルートライダーラッシュスタートしていきます。キングの方は、対策もされてたので、穴開けプラスアルファっていうところで、でも十分だな。これそこから入ってくんだね、ルートライダーね。まっすぐ入って、クイーンもそういう感じか。ここでトーム入れていく。で、裏にオーバーグロー。レイジをつないでというところ。
おお、なるほど。ロケットスピアレイジの立ち位置から撃ち続けることができる。いいね。イングライティも遠距離から撃ち落として。インビジブルタワーがなんかあるので、発動だけさせまして、残ってる施設がないので、むしろありがたいインビジブル。あとはぐるぐる回ってというところですね。もうルートライダーラッシュもテクく見えてくるもんな。まあ、必要な技術はあるんだけど、ルートライダーも。自分のアタックですね。僕のマナーはロイヤルチャンピオンで削りを始めるところからです。ロイちゃんでルートを作って、まっすぐ発進っていう形ですね。まあ、ニャロメとかは東海弊社キングクイーンでサイド作ってで、星さんの場合はファイヤーボールでっていうところで。さあ、この後、皆さんお気づきでしょう。さようなら。ちょっと待ってよ、つって。もう回収しました。インビジブル分やっててもよかったな、今の。タイタンポイ捨てさよなら侍です。さあ、スタート。外周部にね、ちょっとこの、イエティウォーリアーのあれつけたくないんで、古文を使うのはもったいないんで、キングも展開して、はい、奥の方からいきなり飛べるような形を取っていくと。で、オールブレーカーも使いつつ、オールブレーカーも使いつつと。で、大外ベビドラサイドカットも入れて、スーパーバーバリアンカット補助。これでちょっとね、流れそうになるところをリカバリーキングで戻していくと。危ない危ない。キングの能力でゴリ押しで戻していきます。中を入れて、レイジとかも置いてあげて、まあジャンプも置いてあげてという形で、まああとは眺めてるだけで大体 OK ですね。うん、強いね、やっぱ。イエティオリア強いわ。技術のあるユニットで底辺の使い方してるわ。なんだろう。技術のある、逆やな。底辺の技術で、いける。ギリギリだよな。技術使うギリギリの編成。使わねえだろっていうあれもあると思うけど。今の他の期間限定ユニットたち見てると、ギリギリ技術使ってる、最低限の技術で、みたいなイメージ。うまく言語化できねえや。まあ、余力もたくさん残って最強ユニットですね。さあ、ひろやさん、ドラゴンラッシュ、タイムもどんどん縮まってって、すごいですね。さあ、1分14秒。エアスイ1本折りのジャイアントアローからドラゴンラッシュスタート。いってらっしゃい、トーム。この突イエティでどこまで破壊できるかっていうところですね。イエティ置いて、大量に発生。イエティ大量発生です。大量発生注意報。今出没。これ強いっすね。中央ぶち抜いて、裏側にも干渉ができちゃう。やっぱタウンホールポイズンがないことによってタウンホールの裏のユニットたちにも、ユニットじゃない、施設にもね、ゲティで干渉できるっていうのがめちゃくちゃ強い。あとはもう呪文もユニットも出せることがないので、眺めてるだけでお祈りタイムなんですけど、余力だけで押し切れちゃう形ですね。強い。このドラゴンラッシュもなんかちょっと同じような感じよね。技術の最低限のもう技術使う最低限の戦術みたいな。ギリギリのラインよな。今日最後にしようかなと思います。ラピュタさん。インビジブル使って、まずは削りを入れていきます。うん。完璧。
やりたかったルートが取れてるところですかね。このね、勝ち角の入った瞬間が一番気持ちいいよな、これやってて。はい、決まったーっていう瞬間。まあ、そこ入ったら勝ちです、みたいなとこ。ちょっと良くないですよ。これ勝ち角だったはずなのに、ちょっと、雲行きが怪しい。もはやフォックスのダメージが結構大事だった。ちょっとインビジブルがうまくいかなかったのと、援軍釣りしとけばよかったとは思ってるかもしれないですね。処理していただいて、アロー外周カット。前回もね、ジャイアントアロー外周カットで、ここ後でキング出すんだろうな。ホーミングチェック、ルートライダー発進。ロールブレーカーここにもつけていく。キング来ました。キングスーパーバーバリアン。前もなんか似たような配置、同じような取り方してたな。ここはキングは能力は使わない使うどっちなんだい使いました。中央突破していく。オーバーグロをかけて、横打ち施設を削っていきます。で、その隙にね、ヒーローホールとか終点残ってると回収大変なんで、いいですね。早めにその辺の外側を回収しに行く意識。これマジで大事。それたスーパーバーバリアン。マルチアーチャーターンに多分刺したかったと思うんだけど、すごい勢いで流れていきました。破壊して戻る。あとはフリーズ一発とロイちゃん能力弾で、ヒーラーついてる限り、ここは一旦ステイかな。巨弾大砲のタゲも入らない。対地だけですね、タゲは。まあ、ここは、吐かされていきましたが、みんなであとはフリーズ持って、最終区画に駆け込んでいって終了。素晴らしい。ルート作り綺麗でしたね。オーバーグローの、キングのサポートも非常に綺麗でした。はい、というわけでね、5日目終了という形で、この時はね、まだ発表されてなかったんですけど、期間限定ユニットたちが。もうイエットウォリアーだけでね、もうバケモンやんこいつってなってるんですけど、まだまだそんなもんじゃないですよと。言うて僕のようなエンジョイ勢はね、簡単に全開取れてラッキーって思ってるんですけど。たまったもんじゃないよね、多分トップ層のレジェンドリーグの人たちは。はい。というわけでね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。